今から78年前の今日、一発の原子爆弾により、十数万と言われる尊い命が失われました。町は焦土と化し、人々の夢や明るい未来が一瞬にして奪われ、一命を取り留めた方々にも、言葉では言い表せない苦難の日々をもたらしました。内閣総理大臣として、ここに犠牲となられた方々の御霊に対し、謹んで哀悼の誠を捧げます。そして今なお後遺症に苦しむ方々に対し、心からのお見舞いを申し上げます。核兵器によってもたらされた広島、長崎の惨禍は決して繰り返してはなりません。我が国は引き続き非核三原則を堅持しながら、唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた努力を絶え間ず続けます。現在、核軍縮をめぐる国際社会の分断の深まりや、ロシアによる核の威嚇等により、その道のりは一層厳しいものになっています。しかし、このような状況だからこそ、核兵器のない世界の実現に向け、国際的な機運を今一度呼び戻すことが重要です。核兵器のない世界の実現に向けた確固たる歩みを進める上で、原点となるのは、被爆の実相への正確な理解です。本年5月の G7 広島サミットでは、世界のリーダーたちに被爆者の声を聞いていただき、被爆の実相や平和を願う人々の思いに直接触れていただきました。また、世界の指導者のみならず、若者らによる広島・長崎訪問を促しました。各国首脳による胸襟を開いた議論や、核軍縮に関する G7 首脳広島ビジョンの発出を通じ、核軍縮の進展に向けた国際社会の機運を今一度高めることができました。すでに始まっている国際賢人会議の議論も踏まえながら、核兵器のない世界の実現に向け、引き続き積極的に取り組んでまいります。また、被爆者の方々の平和への思いを次の世代へとしっかりとつないでいくための取り組みについては、今後ともユース非核リーダー基金のプログラムなども通じ、積極的に行ってまいります。被爆者の方々に対しましては、保健、医療、福祉にわたる支援の必要性をしっかりと受け止め、原爆症の認定について、できる限り迅速な審査を行うなど、引き続き高齢化が進む被爆者の方々に寄り添いながら、総合的な援護施策を推進してまいります。結びに、国際平和文化都市として見事に発展を遂げたここ広島市において、核兵器のない世界と恒久平和の実現に向けて力を尽くすことを改めてお誓い申し上げます。
原子爆弾の犠牲となられた方々のご冥福とご遺族、被爆者の皆様、並びにご参列、広島市民の皆様のご平安を祈念いたしまして、私の挨拶といたします。令和5年8月6日、内閣総理大臣、岸田文雄。